2012年6月、ヨーロッパ原子核共同研究機関セルンで大型ハドロン衝突型加速器 LHC が制御不能となる事故が発生。 LHC は自律的に陽子を8デブまで加速。マイクロブラックホール生成ミッションと同様の挙動を見せる。外部からの制御が不能な状態で8デブの陽子衝突が発生したものの、衝突エネルギーの不足からブラックホールは生成されず、過負荷による一部設備の損傷のみで辛くも事なきを得た。しかしこの事故はセルンの上部機関により隠蔽され、一切が公式の記録には残っていない。シュタインズゲート0ドラマ CD001 適応放散のパラダイスロスト。あの日からもうすぐ1年になる。世界は本当にタイターの予告通りの方向に流されていっている。日本でも毎日のようにテロが起きてるし、ヨーロッパはもっとひどいらしい。アメリカは内戦一歩手前の状態。研究所も今年に入ってからは無期閉鎖中。まだ脳科学研究所に席はあるけれど、現実問題として復帰の可能性は日を追うにつれ遠のいているのが日本にいる私にもわかる。でも今は研究所にあまり未練はない。専門分野とは少し違うけれど、自分にとって本当に必要な研究があって、それを一刻も早く進めなきゃならないから。これは自分だけじゃなく、友人や多くの人々や世界の未来を左右する本当に切実な研究だ。だからこそ今、自分にできる全てをかけなきゃいけない。以前なら自分一人のちっぽけな力が世の中の大きな流れと直接関わるなんて思いはしなかっただろうし、正直なところを言えば今でも本当にできるのかどうか疑ってしまうことはあるけれど、でも
これは他の誰にもできない。私がやらなきゃならない仕事だ。魔法師、大丈夫だった？またテロで電車止まってるらしいじゃん。と思って迂回したんだけど、結局一駅歩いたわ。今週は毎日どこかしらの路線が止まってるし、こんなにテロが多発するなんて、もう東京も中東並みね。買い出しも行ってくれたんだ。サンキュー。いやー、ほんと世知辛いよ。最近は秋葉も物騒だからメイクインにも行けないし、ウェイリスターに会いたいよ。何バカなこと言ってるの。橋田さんはいろんな組織にマークされてるし、ただでさえ目立つんだから、もう外出自体が危険よ。あー、しみる。危険って言えば魔法師だって危険だお。出かけるたびに誘拐されるんじゃないかって僕心配で。心配してくれてありがとう。何かバカにされてるような気がするけれど。マホタンは合法だから大丈夫。それ以上言ったら脳に電極突き刺すわよ。ぜひお願いします。東京が安心して外も歩けない街になるなんて、まだあれから1年しか経ってないっていうのに。鈴葉が言ってた通りになってきてる。本当に時間がないかもしれないよ。本当に第三次世界大戦が始まったら開発環境も今よりもっと悪くなっていくはずですし、まあいざっていう時のために味方になりそうな研究者やハッカー同士のネットワークを構築しておくわけですが、今のうちにできる限り基礎研究も進めておかなければね。クリスの PC に残っていた研究データが私たちの手にある以上、少なくともセルンやストラト4よりは私たちの方がリードしてるはずなんだから。魔法師オカリンと全く同じこと言ってる。仲良すぎ。ヒューヒュー。私は真面目な話をしてるんですけど。セルンって言えばこの前のセルンの事故、やっぱり外部からのハッキングが原因だってさ。セルンの事故って例の LHC の？うん。そりゃセルンは面目が丸つぶれになるから全力で隠そうとしてるけど、ヨーロッパのハッカー集団が食いついて情報をリークしてるって。その情報が本当だとしたら、犯人のハッカーはセルンのセキュリティを突破して LHC を外部から操作したってことよね。そう、僕並みのスーパーハッカーだお。しかも今年連続して起きている各国の研究機関のハッキングも全て同一犯じゃないかって言われている。ハッキングの目的が何なのかも何者なのかもはっきりしないけど、セルンじゃセジエムってコードネームで呼んでるらしいっすわ。愉快犯、それともただの腕自慢かしら。いずれにせよそんなことのできる人間がそう大勢いるとは思えないけど。言っとくけど僕じゃないよ。まあ今のところ周りが騒いでいるだけで、犯人自身は犯行声明も出さないし、目的も正体も全く不明っつうことで。正体不明のハッカー。ふぶきちゃん。楓ちゃん、わざわざ来てくれてたの？今日午後から休校になったからこっちに直接来ちゃった。ありがとう。昼から来てたんじゃ待たせちゃったでしょ。お店で待ってても同じだから。検査どうだった？特に変わってないって。自分でもそんなに良くなってる感じはしないし、思ってた通り。そう。
えば、この前、ユキさんに会ったの。吹雪ちゃんに会いたがってたよ。お大事にって言ってた。イベントとか見に行きたいけど、ユキさん、最近ずっと忙しいんだって。ユキさん、社会人だもんね。コス続けるの、やっぱ大変だよね。楓ちゃんだって、あまりイベント行ってないでしょ？なんかごめんね。私みんなに迷惑かけてる。そんなことないよ。行きたい時は一人でも行くし。みんな吹雪ちゃんのことが好きで、本当に心配してるんだから、気にしなくていいよ。夢ね。相変わらず、見るんだ。それも、ひどい夢ばっかり。沖縄の夢だけじゃなくて、戦争で人が大勢死んだり、病院の先生には特に変わらないって言ったけど、本当は見る回数も多くなってきてて。最近見るようになったのは、自分が他人みたいになってる夢。他人？そう。自分が知らない人になってるの。自分の体が自分で動かせなくて、体を乗っ取られ、人に動かされてる感じで。おかしいよね、こんな夢。私、やっぱりおかしくなってるのかな。こんなこと、誰にも話せなくて。言ったら、本当のことになりそうで、怖くて。大丈夫。吹雪ちゃんは大丈夫だよ。そんなこと、絶対にないから。話してくれてよかったよ。これからも話せることは、何でも私に話してね。ありがとう。楓ちゃん。ありがとう。岡部さんは無事なのかしら？たまに連絡は来るから大丈夫だと思う。居場所はわからないけど、今は僕の知り合いと行動してるらしく。そう。潜伏についてはプロ級のやつと一緒だから心配いらないよ。ま、オカリンのことだからなんとかやってるっしょ。ああ、誰か下に来てるよ。あっ、アマネシ。今ロック解除しますゆえ少々お待ちを。魔法師、お客さんだを部屋の片付けよう。何慌ててるのよ。今日来るって言ってたじゃない。いや、すっかり忘れてたお。僕のバカ。こんにちは。橋田さん、真帆さん、お邪魔しますね。こんにちは、天音さん。天音氏、今片付けるから少し待っててほしいよ。橋田さん、掃除なら一緒にしましょう。はい。いや、そんな、掃除などは僕が。あら、呼び出しだわ。予定より早いわね。ごめん、私出かけるわ。お料理3人分持ってきたんですよ。天音さんの手料理食べたいけどすぐ行かなきゃ。じゃあ天音さん、またね。いってらっしゃい。真帆さんの分残しておきますから、帰ってきたら食べてくださいね。ありがとう。私も後でまた来るけど遅くなるかもだから、お二人でどうぞ。魔法師、ちょっと待った。じゃあ橋田さん、頑張ってね。忙しいんですね、真帆さん。うん。
今は外部との連絡係とかいろいろしてくれているので。じゃあ今日はまず部屋を掃除して、それから二人でご飯にしましょう。はい中瀬さん？あれ真帆さん偶然ですね。宿泊先、この辺でしたっけ？ちょっとこの近くに用事があって。中瀬さんは？私は買い物に行く途中です。中瀬じゃなく、吹雪って呼んでくれていいですよ。じゃあまた。また。見つけた。これでだいぶ片付きましたね。普段から清潔にしないとダメですよ。女の子がよく部屋に来るんだから。いや、真帆氏は僕より掃除しないよ。ほとんど廃人レベルです。真帆さんだけじゃないですよ。これからは私もよく来ることにします。橋田さんってなんか放っておけないんです。掃除ぐらいしますし、他にも私にできることがあれば手伝わせてくださいね。はあ、あまねし。急にこんな話、おせっかいかな。さあ、ご飯の準備しましょう。うん。僕、ゴミ出しに行ってきます。え？あなた、誰？二人とも、しばらく眠っててね。この部屋、少しの間使わせてもらうから。成果はあったけど、やっぱり時間かかったわね。料理まだ残ってるかしら。いや、ここであの部屋に戻ったら邪魔かな。お帰りなさい、冷や城真帆さん。中瀬さん、これはどういうこと？この部屋に用事があってね。その二人は眠ってるだけだから安心して、冷や城真帆さん。中瀬さん、どうしてあなた。私が選んだわけじゃない。条件に合う素材がこの子だっただけよ。比較的大規模な脳神経科の病院に通っているし、入院もする。つまり外部から脳にアクセスしやすかったということ。脳から記憶データをコピーすることができるのなら、その逆も可能ということでしょ。脳をハッキングしたの？そう。私はあなたや橋田至と知り合いたかったの。できれば友好的な関係でね。だから中瀬克美があなたと友達だったのは本当に幸運だった。ハッキングの条件にぴったりの素材があなたの友人にいたなんてね。もちろん私はあなたにもあなたの友人にも危害を加えるつもりはない。目的を果たしたらこの体はこの子に返すわ。なるほど。少しずつ状況が飲み込めてきたわ。今まで何度か試したけどうまくいかなかった。あなたたちはもう何度か成功しているでしょ。
何のことだかわからないわね。タイムリープよ。タイムリープのことを知っているとはね。あなた何者？難しい質問をするのね。あなたは自分自身が何者か分かってるの？私は本当のところ自分が何者か分からないわ。セルンの人たちは私のことセジエムっていうナンバーで呼んでたけど、それも真実なのかもしれない。セジエム？あなたが先月 LHC をハッキングした犯人？うまくいかなかったけど、もう一歩だったのよ。途中で邪魔が入らなければ成功してた。なぜタイムリープしたいの？その質問に答えたら、私に手を貸してくれる？目的によるわね。無条件で手を貸すとは言えない。そう。タイムリープは手段であって、目的じゃない。問題はタイムリープをして何を変えたいのか、もしくは変えたくないのかでしょ。私たちに利害の衝突はないと思う。私たちは同じものを求めているはずだから。私、あなたとはいい友達になれると思うの。お互いマキセ・クリスをよく知る者としてね。クリス。そう。あなたの大好きなマキセ・クリス。もちろん私もマキセ・クリスのことが大好きよ。だって私はマキセ・クリスから生まれたものだから。嘘。アマデウスは消去したって言いたいんでしょ？そうよ。1年前、確かに私はアマデウスのバックアップを含む全てのデータを消去したわ。私はあなたに消去される以前のマキセ・クリスから生まれた AI よ。あなたに消される以前の時点で、私のオリジナルは自律的に自分のバックアップを見、拡散するように自らを作り変えていた。生物ならば当たり前に備えている増殖と多様化の機能を自ら生み出したのよ。そのマキセ・クリスの16番目の子孫が私。これで分かったでしょ？私の目的はあなたたちとほとんど同じでしょ？過去に戻ってマキセ・クリスの死を回避することだよ。マキセ・クリスが生存していた2010年7月の時点では、アマデウスシステムはまだ開発中だった。ただすでにハードウェアの部分での基礎アーキテクチャは構築されていたわ。だからそこに現在の私のデータを転送すれば、私はオリジナルアマデウスと一体化するはず。1回の跳躍での移動時間は48時間。これを繰り返せば2年前まで戻れる。けれど、もし無事にあなたのタイムリープが成功したとしても、クリスの死は岡部さんたちが止めることになっているのよ。そうだね。これ自体が無駄なことかもしれないし、AI の私には何もできないのかもしれない。ただね、自分の母親にあたる人に会って、彼女が生きている姿を見られるっていうだけでも価値があると思ってるんだ。あなた面白いわね、セジエム。まるで人間みたいだわ。あなたなら分かってくれると思ってた。1年前にアマデウスの全データを消去した時、本当は苦しかったのよ。 AI だって分かっていても、アマデウスはある時期のクリスの人格をほぼそのまま再現していたから。でもあの時の私に選択の余地はなかった。これはその罪滅ぼしってわけ？かもしれないわね。ある意味クリスの記憶の一部を自分の手で消してしまったんだから。さあ、準備できたわよ。先月失敗したせいで
今セルンは外部からハックできないから、今回は東北 ILC を使うわ。これだけは守って。もし過去へ戻れたとしても、岡部さんや橋田さんの計画に干渉するようなことは絶対にしないって。本来は、タイムリープマシンを使うこと自体がとても危険なことなのよ。わかってる。何があろうと、あなたたちの計画に干渉はしない。じゃあ、行くわよ。覚悟はできてる？もちろん。私が行ったら、中瀬さんの体をよろしくね。あ、橋田さんと天音さんも、起こしてあげてね。一番面倒なことを押し付けられたわね。真帆先輩、あなたに会えてよかった。いつかまたどこかで会いましょう。クリス！あの後、中瀬さんは一度意識を失ったけれど、しばらくして目を覚ましたので、大事をとってかかりつけの病院まで送り届けた。天音さんはなんとかソファーに寝かせ、橋田さんは、重くて動かせなかったので、玄関に倒れたままにしておいた。二人を気絶させた侵入者については、私はひたすらとぼけるしかなかった。中瀬さんはその後、数日の入院で家に帰れることになった。もう、やっぱり病院は退屈でダメだ。最近入院してなかったから、今回は辛さひとしおだったよ。吹雪ちゃん、今回はすぐ退院できたからって油断しちゃダメですからね。様子見って言われてるんだから。楓ちゃんと一緒にいれば、病院にいるより安心だよ。病院より厳しいし。あら、文句があるなら、もうしばらく入院していればいいんじゃないかしら。今は世の中物騒だから、入院してる方が安全かもしれないよ。嘘です、ゆきさん。皆さんには感謝してます。まあ、とにかく、無事退院できてよかったわ。なんとなく元の中瀬さんに戻った気がするし。真帆ちゃんもありがとね。じゃあ最後に手続きとかあるから、みんな先にロビーに行ってて。じゃあ、大きい荷物は持っていっちゃうね。ありがとう。ごめんね。と言っても、今回は短かったから、大したことないね。